こんにちは、鷹の目工作室です。こちらは、以前に作成したスチュアートモデル製の V10 です。またちょっと動かしてみましょうかね。こんな風に動きます。これが割と作ったら簡単に動いたので味を占めてまた新しく買ってしまいました。というわけで届いたのがこちら。これからちょっと蓋を開けてみたいと思います。まず入っているのは図面ですね。なんか挟まってます。正誤表ですね。V10 の時には4つ折りでしたけれども6つ折りですね。物が大きいことと部品点数が多少多いんでしょうか。6つ折りの図面が入っています。これが何でしょう。それから何ですかね。ガスケットですね。V10 の時には、切れ込みが入っていて形が分かるようになってましたけど、今回は単純にガスケットそのまま入ってますね。それからピーナッツいっぱいですね。部品ですね。つけていきましょう。ここから出すと入っていたものはこんな感じです。今回買ったのはスチュアートモデルのナンバー4というやつです。このスチュアートモデル社製の模型エンジンにはこの縦型のモデルで5種類ほどあって、以前に作ったこの一番小さいのがこの V10 ですね。それからこの上に、7A というのがあるんですけれども、そして、これがナンバー4で、さらに大きいのにナンバー1、一番大きいのが 5A というのがありますけれども、サイズアップを狙って、今回買ったんですが、7A ではなくこのナンバー4にしたのはこのフライホイールのサイズですね。前回の時はこう3インチで 7A は 3.5 インチであんまり変わり映えがしなさそうだったので、こちらフライホイールの大きさ5インチということでこちらにしました。で、これから加工の方をしていきたいと思います。で、部品をざっと見るとこの V10 の時の部品とほぼほぼ同じものが入っているので、作業の進め方としては一緒だと思います。ただし、多少違うところもあって、以前のこの V10 の時にはこういうガイドブックが別売です、オプションですけれどもありましたが、この 7A ナンバー4には、入っていない、そういう相当するものがないので、一番困るのはこの図面を見ると分かるんですが、寸法がみんなインチサイズなんですね。で、以前はガイドブックにミリに直した寸法が、入ってましたんで、まずはこれを、この図面を以前のように一つずつにばらして、寸法をミリ寸法に変えていくという作業をしてから、実際の加工作業に入りたいと思います。
面については先ほどの六つ折りの図面をスキャンをして、そうするとこういうインチ寸法なんですけれども、それをミリ寸法に換算してます。1日 25.4 ミリで分数をかけてます。であまり細かくしてもしょうがないので 0.5 ミリ単位に四捨五入をして、ミリ寸法は分かりやすいように赤字に変えてやってあります。そうすると意外とこの振り分け寸法にするところにコンマ5がくっついて回ってるっていうのもややこしいので、この辺は全体を見渡して、割り算のしやすい格好に微修正をかけたいと思います。で、特別に寸法が指定されているのはピストン周りで、この辺についてはピストンを作る段階でまた詳しく話をしたいと思いますが、この辺を見直していきたいと思います。結構、ほぼ設計の全見直しみたいな格好になるのでちょっと、大変そうです。これが済んでから実際の加工に入っていきたいと思います。早速最初の部品であるボックスベッドの加工を始めましょう。いばりにかなり硬い部分があったので、底面は湯口も含めて調光チップのフェースミルで削ってしまいました。底面が平らになったところでひっくり返して上面もフェースミルで平らに削っています。穴を開けるために木材を挟んでベッドに固定をしていきます。ベッドとの平行をダイヤルゲージで確認していますが、調整の必要もなく平行が出ていました。穴位置を決めるためエッジファインダーを使ってボックスベッドの中心を求めていきます。
台座の穴は 10mm のエンドミルでスポットフェーシングを行います。ボックスベッドの位置がずれないように注意しながらクランプを掛け替えていきます。2BA のタップは太いのでまず折れる心配はないと思いますが、ネジを立てる方向は手動で、抜く時だけモーターを使って抜きました。塗装をするとこんな姿になります。ご視聴ありがとうございました。